はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は12月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。12月20日に、YouTube ライブを行う予定です。これは来年のね大まかな流れを解説したり、あとカペラノートの使い方説明をする予定ですので、もしお時間ある方は夜8時からやりますので、12月20日よかったらリアルタイムで参加していただけると嬉しいです。行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップのプリンセスページですね、逆。そしてペンタクルス8、カップ6の逆、ワンドクイーン逆、ソード5の逆、ストレングスの逆、そしてペンタクス4の逆ですね。気をつけることや対策がソードの4と運命の輪の逆と、オラクルははいカップの10です。はい、そうですか。まず星の話ですが、12月15日が満月になります。でこの満月は双子座で起こる満月でして、いて座の皆さんにとってはね、パートナーシップとか人間関係とか、今自分が結んでいる契約に対してどうしようかなっていうことを感じやすい時だと思います。でこの満月自体はとても広がっていく、発展していくとか、伸びていくとか、飛んでいきたいみたいな、わーっと広がるようなエネルギーなので、自分の可能性をもっと信じていこうとか、自分の価値をもっと認めていこうみたいなものがわーっと広がることってとてもいいんですけど、なんだか不安定なことや事実ではない不安なことを想像して、それも膨らむっていうこともあるので、特にそれが人間関係とかね、契約に関してそういうことを感じやすいので、自分が今どちらの方に傾いているのかなって、不安の方に傾いているのかな、それとも自分にとってプラスな方に傾いているかなってことを意識してみてくださいね。そして12月16日から逆行していた彗星がやっと順行に戻ります。これはね、いて座で起こっていたので、結構いて座の皆さんはいろんなことをね考えたこの前半だったんじゃないでしょうか。12月前半ね、振り返りとか復習とか、もう一度思い直してみるとか、そういうのはとても良かったと思うんですよね。でそれがようやく順行に戻るということで、ここから自分が決めたことが進んでいきやすくなるっていう流れになります。非常にこれはダイレクトなエネルギーとして、こっちって決めたらもうそっちに行ける、こっちって決めたらこっちに行けるみたいな形になるので、計画を立てたりとか、来年の計画ですかね、特にそういうのがとてもいいですね。方向性が決まると思います。で火星は逆行しているとはいえ、やっぱりいて座の皆さんはご自身のこの可能性、人生とか生活自体をどのようにプラスにしていこうかっていうような宇宙の応援がありますので、その中で自分がどの道を選ぶかっていうのが12月の後半に決まってきやすいんじゃないかなと思いますよ。そして12月の21日からまたね、光の当たる、スポットライトの当たる分野が変わるんですけれども、21日までっていうのは自分にすごくスポットライトが当たっているので、私ってこんなところがあったんだとか、こんないい面があったとか、こんな嫌な面があったとかっていう自分の弱さを知ったりっていうのがすごく宇宙の恩恵なんですね。で21日以降っていうのは自分の感覚とか自分の価値とかお金っていうところに焦点が当たってきそうです。現実的なことで言うと、もっと稼ぎたいなとか、どうやってお金を構築していこうかなとか、どうやって財産を増やしていこうかなっていう、貯金しようかなみたいなね、そんなことを感じやすいんですけれども、それと実際その内側の学びとしては、自分自身が根源なんだと。自分にその生み出す力があるんだっていうことを感じてねっていうか、それを思い出してねっていうような宇宙の流れが今来ているということです。21日以降はですね。そしてカードで見た時に非常に恵まれた時みたいです。お誕生日まだね、今から迎えるよって方もいらっしゃると思うんですよね、21日までにね。でやっぱり誕生日過ぎた後っていうのは何か心機一転やっていこうっていう感じがありますし、今伊手座さんに与えられている宇宙の恩恵っていうのは非常に恵まれた穏やかで温かいエネルギーなんですね。なので今ある環境の中で感じられる幸せってすごくいいよねみたいな、そんな感じの時なんです。ただ現実を見ると、もっと
もっと興奮したいっていうか、ワクワクしたいとか、エキサイティングな、うわーって楽しみたいみたいな、なんかそういうネタを探しているっていう感じがあるんですよね。でも現実はしっかり働かなきゃいけないし、お金も稼がなきゃいけないしっていうところで、こう一生懸命コツ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 ご自身のね生活を整えてらっしゃるんだなって感じがします。これはそのいくら稼いでるとか別に仕事してない方も含め、その自分が日常生活の中でやるべきことをちゃんとやってますっていう感じがあるんですね。これはとてもいいと思いますよ。そして何かここからね新しい方向に向かっていきたいっていうようなこうカップの6の逆が出ていて、これまでのことを踏まえてここから新しい未来を見ていきたいんだっていう意識になってますし、じゃあ頑張ってみようかなっていうことでワンドのクイーンも出ているんですけども、まだ逆位置なので、なんか本当にどの方向に頑張ればいいんだ、頑張ることは決めている、でもどこにエネルギーを注げばいいんだみたいな感じで、もう一回なんか留学するとか、いや勉強するとか、学校通ってみるみたいな、そういった自分のねこう能力を高めようっていう風に使ってもいいし、経験させてあげようということで、こう今まで行ったことのないことに行こうとか、新しい仕事してみようとか、なんかそういう新しい経験っていうものを自分にさせてあげたいなみたいな感じもあったり、いやいやでも日常生活きちんとしなきゃ、まずは稼がなくちゃとか、なんだかそういうこうね、いろんな義務と自分の喜びと義務となんか役割とっていうのが一緒くたになって、今ごちゃごちゃした状態で、ただ可能性として伊手座さんの中にあるんだなって感じがします。そしてここからじゃあどっちに振り切りますかって言った時に、少し注意されているのは、他の人の目を気にしないでくださいっていうふうに言われているんですね。自分がやりたいようにやっていいよっていうことです。でもなんか職場の人もすごくよくしてくれてるしとか、でも自分がやりたいようにやるってなんか勝手な人だと思われないかなとか、こう自分はこれが正しいと思って自分の真実に従って行動してるけど、周りからはどう見られてるのかなみたいなこと、やっぱ人間ですから誰でもそれは気にすると思うんですけど、カードからのメッセージとしては、まだまだ伊手座さんの能力はここから発揮されるんですよと、まだまだ出てくるまだ全然出し切ってないっていうぐらいまだまだ出てくるんだけど、他者の目や環境やこの状況っていうものをこう気にしてというか、悪く言うと気にしてだし、よく言うと状況を観察しながら、無理のないようにこうちゃんと見ながらやってますよねっていう感じが出てます。そしてそうね、ちょっと待ってくださいね。なんかね、本当の自分を出すっていうところにものすごい喜びがあるみたいなんですけど、まだそれをちょっと出し渋っているみたいな感じがありますね。実際出したところで受け入れられるかどうかわからないしとか、なんかそんな感じもありますね。そうですね。あとね、ここでやっぱペンタクルスの4の逆位置が出てたりとか、あと補佐カードで引いたのもペンタクルスのクイーンっていうカードが出ているので、ちょうど今ね星でもね、自分の価値とかお金っていうものもだんだんと出てきますから、後半はね、なんだか来年に向けて少し何か一つ決めていたことをちょっと手放すみたいな、もうこれは仕方ないかお金払っとこうかとか、何か自分が得るためにこれは出資をしなければいけないみたいな形で、こう本当はずっと守っていきたい、ただ増やしていきたいところを一旦ちょっと出資するとか出費することによって本当の価値を得るよっていう形なので、これは自分のこだわりですね。安心材料として自分がなんかなくしたくなかったものなんですけど、それは手放してもいいんだよっていう感じがあるんですよ。手放すことによってもっと確かな、もっと自分にフィットした価値っていうものをここから手に入れるからっていう感じがしました。変わり時なんでしょうね、きっとね。そして、対策として言われているのがソードの4と運命のものは逆なので、今この時期っていうのは、さっきもね、なんかもっと力出るみたいな感じあるんですけど、まだ出しませんっていうか、まだちょっとタイミングじゃないですみたいな感じがあるので、タイミングをちゃんと見てるんだと思いますし、ご自身の体感でね、今だなとか、いや違うなとかいうのは感じてもらったらいいですよと。そしてこう早く動かなくちゃとか、そういうふうに焦る必要は全然ないですという感じで言われてますね。だからやっぱりこれはなんか、今これ12月の後半ということで見ていますけれども、なんとなく感じるのが、やっぱり来年の春ぐらいから大きく何かが変わろうとするんだなみたいな感じがあります。
何がって感じですけど、何か職場だったり環境だったり家のことだったりっていうの何かが変わるそうな気がするなって感じがあるので、それまでゆっくりと自分のペースを保ちながら過ごしていってほしいなと思いました。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事のことを見ていますね。12月20日にね解説させていただくんですけど、ぜひまだPDF 版カペラノート PDF 版をお持ちでない方はぜひこの機会にお求めいただければと思います。流れを書いてありますからね、いろいろ。はい。江田さんお仕事ね。ソードの5、そしてソードの10、カップの8ということで、やっぱりねお仕事に関して何か一つ自分のこれは一つ重要な収入源なんだと思っていたことや、これに何かかけていたんだみたいなことを一つね変更させるみたいですね。さっきもここで出てたペンタクスの4っていうのは何か自分にとっての安心材料を一つだけ手放すみたいな感じがあるんですね。で仕事で言った時にもしかしたら自分が抱えていた仕事の何か一つを手放すことになったり辞めることになったりするかもしれない。だけれどもそれをなくすのが非常に怖いと思うかもしれませんが、宇宙はいつでもね最善なことを用意してくれてると思ってくださいね。今の自分はこれがないと不安だと思うかもしれないけど、もしかしたら来年の自分はもっとすごいものを受け取る自分になっているかもしれないわけで、そのためには先に手放しましょうみたいな感じもあるので、お仕事としてこういうことを言われてるっていうことは何か仕事としての情報源だったり契約だったりっていうその実際のお金とか人間関係のことではなく、もしくはバイタリティとか仕事に対しての体力がないとかそういうことは一切関係なく、何か、仕事を通して得ていた人とのコミュニケーションの中での何か一つを手放すのかなって感じがしました。でもその方が最終的にはすっきりするっていうか、いやこれでよかったんだって必ず後で思えるっていう感じがしますので、何か心理的な変化があるんでしょうね。とてもさっき言ったすごく強い自分の力っていうものがまだ奥の方にあって、それをまだ出してないって感じがあるので、やっぱり先にちょっといろいろ手放してすっきりしてから出していくのかなと思いますよ。とはいえねオーラクルがカップの10ですから、とても幸せなんですよ。幸せな時なんです。もう飛び出したのがスターなので、いい時だと思いますよ。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係はねそりゃいいでしょうって感じですけど、ソードのナイト、ソードのキングということで、なんかねこっちもソード、この仕事でもソードということでとても他者との、関係性においていい意味で言うとすごい刺激がある。誰かの言葉にピクーンってきたり、誰かの何か言った言葉に自分がすごく反応していろんなことを考えてそれに感化されて結果良くなるってこともあるし、自分がもっと何かを人に伝えたいとか何かを言いたいみたいな形になる、それは不満も含めですけど言いたいっていうこともあるのかもしれませんね。ただですね、こうやって時期的なものを見ているとどうしても焦点が小さくなりますけど、やっぱり全体を見た時にもう伊手座さんはもう絶対人間関係においては必要な学びがもう起きてるわけですから、今年の後半から来年の6月末ぐらいまでね必ずいい人間関係あるはずなんですよね。ここでもねスターっていうのが出てるので。なのでそういったいい人間関係の運がある中にあるからこそ何か向き合わなきゃいけないこととかちゃんと伝えなきゃいけないこととかなんかそういうのがあるってことなので、もしカチンときたりなんだこれみたいな思うことがあったらそれだけものすごくラッキーってことなんですよね。ここでソードのキングとかソードのナイトが出てるってことはなんか本当はもうなんか自分の中にあるこの正論とか正しさとかこうすべきでしょっていうのを相手に言いたいみたいな感じがすごいあるんですよね。言ってもいいと思いますよ。別に喧嘩してもいいと思うし、でもなぜそういうふうな気持ちになってるのかなって思った時に、もしかしたら自分の中に本当はもっと頑張りたいとか本当はもっと何かを挑戦したい、でも
それをもしかしたら抑えている自分があるからこそこう誰かをせつぎたくなるっていうのもあるかもしれませんね。ちょっともう一枚見てみよう。なんかまるでいやいい人なんだけど頭固いなとか、いい人なんだけど本当に動かないなとか、やっぱりなんかその人に何か言いたくなるなみたいな感じがあるかもしれませんね。まあただ相手が変わるかどうかっていうのはちょっとなかなか難しいもので、相手は相手の言い分があったりするので、まあ気をつけてほしいことっていうのは今出たのがお月さんとペンタクスのナイトなんですけど、物事はゆっくり変わっていきますと。そして今すぐに何か関係性においてこうはっきりとしたことっていうのは見えにくいのかもしれないけれども、今言われていること、今この12月末に言われている伊手座さんのメッセージとしては自分の感覚なんですと。自分で自分のことを本当にこれで正しいんだと、人の意見を気にせずにね思えているならそれでいいんですよと。それが数ヶ月後にはもしかしたら相手の人にも分かるかもしれない。あの時伊手座さんが言ってたのってこういうことなんだねとか、あれが正しかったねっていうことになるかもしれないので、他者の批判や承認っていうものを求めすぎずに自分らしくいてください。そしたら何の問題もない。もうお仕事においても何か一つ何か諦めることがあったとしても、それによって仕事を失うわけでもないし、伊手座さんの価値を失うわけでもないんですね。なんとなく自分のこの温かい情報が欲しい、人からの温かい言葉やなんかそういうのが欲しいと思ってるかもしれないけど、いやあるんですとそれは実は大きなエネルギーの中に一応あるんですよっていう感じで言われてるのでね。ちょっと最後にもう一枚聞かせてください。なんかいかがでしょうか。分かりましたみたいな、通じましたよって方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。伊手座さんどう？はい。このカードが出ました。このカードを出て何か思うところがあればぜひメッセージご自身で受け取ってみてくださいね。もう自分の中に英知があるじゃんみたいな感じで言われてる気がしましたよ。自分の意識をクリアにしましょうねって、明確にしましょうね、全ての答えは自分の中にありますよねみたいな感じで思いました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。ありがとうございました。またすぐにお会いしましょう。ぜひいい時間をお過ごしください。失礼します。